ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、各種コインショップにて、購入すべき装備品と、そうでない装備品についてお話をしようと思います。各種コインショップで購入したらダメな装備品なんてあるの？はい。条件反射的に各種コインショップで購入している装備品の中には、装備品の収集の効率を低下させるものがあるのです。それでは早速、各種コインショップにて、優先的に購入すべき装備品をご覧になってください。この動画を視聴されているほとんどの方はこの画像をご覧になって、次のように感じたと思います。カーク信者さんが言いたいことがよくわかるよ。これらの装備品は慢性的に不足しがちだから、この装備品のリストに同意するね。それでは次に、各種コインショップにて、購入すべきでない装備品をご覧になってください。この、購入すべきでない装備品のリストをご覧になって、その理由がすぐにお分かりになる方は、常日頃から装備品の収集の効率化を考えながら遊戯されている人だと思います。ある程度の期間、このゲームを遊戯していると、灰色と緑色、青色の装備品が余剰になることに気づくはずです。余剰となったこれら3色の装備品は、ギルド活動ポイントに交換して、ギルド活動報酬をギルド全体で最大数もらえるように使うのが一般的です。さて、紫色とオレンジ色の装備品の場合、余剰になっている装備品が少なければ少ないほど、効率よく装備品を収集していると言えるでしょう。こちらの画像は、カーク信者のインベントリの状況ですが、ご覧のように、紫色のレシピの破片が大量に余っています。そして、先ほどお話しした、各種コインショップにて購入すべきでない装備品は、これら紫色のレシピの破片を装備品の合成に使用するものばかりなのです。つまり、天眼の兜を各種コインショップで入手してしまうと、セイレインの歌のレシピを消費する機会を失うこととなり、その結果、セイレインの歌のレシピの在庫が過剰に積み上がってしまうのです。タリスマンも今説明したことと全く同じで、タリスマンを各種コインショップで入手すると、結果的にセイレインの歌のレシピを消費する機会を損失してしまうことになるのです。マジで？各種コインショップで天眼の兜やタリスマンを過去に何度も購入してしまったよ。だから俺のインベントリの中には、紫色のレシピの破片が大量に余っているんだね。今説明したことは些細なことかもしれませんが、効率よく装備品を集めたい方は、こちらの画像をご覧になりながら、各種コインショップで装備品を購入されることをお勧めします。装備品の収集方法について、一般的な話をするよ。カーク信者の場合、毎日のルーティンワークとして、必ずこれらのキャンペーンマップの場所で、エナジーを消費するようにしています。チームレベルが130に到達した後は、エナジーの消費は、キャンペーンマップ14章と15章に限定すべきだと思います。なぜならば、キャンペーンマップ14章と15章のミッションでは、主にオレンジ色と赤色の装備品の3種類を無駄なく集めることができるからです。エメラルドを使用して遊戯している人でも、エナジーの消費は、赤色の装備品が手に入る場所を選択していると思います。ヒーローウォーズの装備品の収集の効率化を考えた場合、紫色とオレンジ色の装備品は各種コインショップで揃えるようにして、赤色の装備品はタワーとキャンペーンマップで集めるのが、最も効率的な方法になります。カーク信者のように低予算で遊戯しているプレイヤーだと、エメラルドをタワーで使うことはありませんが、装備品をタワーで集める方法が、最もエメラルドを効率よく使用する手法と言われています。まあ、低予算プレイヤーがエメラルドをタワーで使うことはないんだけどね、あはは。ここまでの話をまとめるよ。装備品の収集の効率化を考えた場合、紫色とオレンジ色の装備品は、各種コインショップを中心に集めた方が良いでしょう。赤色の装備品は、キャンペーンマップを中心に集めるようにします。
エナジーを消費する場所をキャンペーンマップ14章と15章に限定すると、インベントリの中に使い道のない余剰資源が溜まりづらくなります。装備品の効率的な収集方法を考えた際、意外な盲点だったのは、各種コインショップにて入手可能なこれらの装備品です。紫色のレシピの破片がインベントリの中に大量に余っている人は、これらの装備品を各種コインショップで入手するのは控えた方が良いと言えます。参考情報として、キャンペーンマップにおける装備品のドロップ率は、ご覧のように設定されています。キャンペーンマップ14章と15章の英雄ミッションでエナジーを使用すると、最も効率よく装備品を集められるはずです。まあ、ソウルショップにて、ジェットのソウルストーンの収集を始めてしまうと、1年以上もソウルコインが溜まりませんけどね、あはは。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。